黒沢プロの通算平均風呂率は 10.47%。 泣きてー。いえ、皆さん、夜会はあんこにするものですか？数あんこ天杯なんですけど、これがメタビジョンですか？ポスター性が高くない。こんなものは両面リーチをするんですよ。これが星なしき黒沢流です。免税だから許してお願い。点数ないんです。検証、面前女王黒沢咲プロみたいな打ち方したらジャンタマの成績はどうなるの？はじめましての方ははじめまして、星名ラビと申します。前回私、大井プロっぽい打ち方をしたらどうなるのかという検証を行いまして、結果は雀星の1から2にアップとなっておりました。で、雀星2にアップしたんですけれども、次は、面前女王黒沢咲プロみたいな打ち方をしたらどうなるのということで、企画やっていきたいと思います。今回の検証前の詳細数値はこんな感じ。まず、成績が6000分の2632からスタートしておりまして、リーチ率が 18.77%、風呂率が 34.09%、放重率 12.77% で、平均着順がご覧の通りって感じですかね。雀星2からは少し素点を減らしてしまっている前回検証結果から、黒沢プロのようにほぼ面前1本で勝負してしまったらどうなってしまうのでしょうか。ぶっちゃけ泣きが主流のネットバージョンでこれを試すのはちょっと怖いんですけれども、気になってしまったのだから仕方がない。ただし今回は50戦での検証とさせてください。理由は成績を減らした前回の大井プロの検証と違ってシンプルかつ天才にしか許されないプレイスタイルとなっているため、若干試合数を落としているというところです。では詳細なレギュレーションを説明してまいりましょうか。今回のソースは基本 M リーグから持ってきてます。なぜなら前回の大井プロ検証と違ってあくまで黒沢プロらしい打ち方をしたらどうなるかという検証だからですね。肝心要の泣きですが、 M リーグ成績速報非公式様のデータによると、黒沢プロの通算平均風呂率は 10.47% でしたため、最低でもここは上回らないように麻雀を打っていきます。なので、一番大きい項目の条件としては、1局にだいたい1回まで、多くても2回くらいしか泣けないっていう計算ですね。いやー、凡人にはきついところ。あとはあくまで目安程度の基準ですが、統一になってない孤立の自敗と端敗を序盤に整理してブクブク気味の打ち方、勝負の際は超プッシュで、8000点がくっきり見えるイーシャンテかリャンシャンテンの手、もしくは最終盤の流し手以外は泣かないっていうことですかね。でも丸3は結構難しいかなと思ってて、最近はかなり泣いてる印象なんですけど、それだと 7,8 年間のトータル風呂率である 10.47% 超えてしまいそうなので、その時の状況だったり私の心情に応じて 50% ぐらいの確率で丸3は実行していくっていうぐらいがちょうどいいですかね。ということで緊張しますが早速やっていきましょう。始まるよ。では記念すべき第一戦やっていきましょう。星名分析の黒沢プロはまず基本的におた風から切っていくことが多い気がしてますので、おた風から切ってまいります。自己流で言えばこの手はおた風切って役配重ねてドラドラ生かして泣いていきたいんですけど、3900ごときでは泣けません。黒沢流では重ねてその後暗号にすることがセオリーとなっていきますね。さすがに言い過ぎですけど、この検証においては序盤はそんな感じで進めてまいります。で、道中重なった役割についてはそのまま頭か暗号もしくは安全牌にするイメージで、他は中に寄せていきましょう。泣きてうわー、ひよって安全牌残した瞬間 E ピン裏めった上に親のリーチ入ってしまいましたね。ちょっとこれは黒沢プロごめんなさいかもしれませんが、黒沢流にのっとってシャーと白統一落とししていきましょうか。下茶からもリーチ入っとるんですけど、結局白なけもあんこにもなりませんでしたが、こういう時の防御駒として自敗を使って一品引き戻した。ここからは少しずつ粘って打ってみましょうか。まずは9万ローソと落としつつ、完全な安全牌もなくなったんで4万1人にとってで、もう1人山早いんで4万とその筋7万切って、でこれは統一切ることなく面前まで追いつくことができました。これが黒沢流ですよ皆さん。そこそこ安全めに強気でいけましたね。スタートは今後はかなり明るそう。泣きてー。いえ、皆さん夜会はあんこにするものですか？あんこにするものなんです。黒沢プロならリーチだと思うんだよなこれ。上がれないけどなんとか耐えましたね。黒沢プロなら積もってたな。ちょっと自身の才能のなさにも落ち込みますねこの企画。この手は行くしかないと言い聞かせたらいいってオーラスまくりましょう。これも我慢。これも泣きたすぎるけどこれも我慢。初戦にしてシャーニュですね。燃えますね。でなんだかんだあってシャーニ両走痛すぎるしパーソー切れまくりだけどってこれを引き戻す。これは面前進が初戦に微笑んでくれたのかもしれませんね。1戦目から超いい感じ。積もれんか。いやラスハイのチートイドラ短期捕まったんですけど、
いや、これも捕まる。しかも、イスソで当たるならまだ納得できるんですけど、シャンポンはちょっと悔しいっすね。いやー、もうこんなん勝てんって1回リードを許すときついっすね。すみません。当選一歩。よし、一発積もれた。一回大きいの決められると持ち前の守備力で逃げ切れるって展開もかなり作れそうですね。いい感じ。この流れ作っていきたいですね。あんまいい手じゃないけど、みるみる育ってって数暗号天敗なんですけど、いや、黒沢プロの代名詞ここで決めたいよ。いや、決めさせてくれ。どうもどうもどうもお願いします、お願いします。ここで積もれないあたりがスター性の違いってやつですかね。これはしぶしぶ親のラッシュ止めるために泣きましょうか。黒沢プロってこういうの泣くんすかね、わかんないっすね。上がり倒した。さっきしぶしぶ泣いての今なんで、めっちゃ黒沢プロっぽくて最高ですね。これがメタビジョンですか？いやー、マジで泣きが使えないと着順操作がめちゃくちゃ難しいですね。これでスワンコ再度逃すあたりが違いますね。もう1位ではあるけど今回も。爆上がり分溶かした。最悪や。めっちゃ数暗号になりそうですが、私はもう2回失敗して気づきました。私は数暗号を上がれるほどスター性が高くない。こんなものは両面リーチをするんですよ。いや、気にするな。これで出上がっても数暗号ではない。サブローソはそんなに合わせられてなかったし、嘘もこんなに切れてる。だから必ず山にあるはずです。うらー、これが凡人の意地や、裏よん。でもこの心にぽっかり開いた穴は何でしょうね。いや、これも3暗号欲張らずにピンズ安いと見てローピン待ちリーチできます。これが星なしき黒沢流です。めでだから許してお願い。よし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 、今回は明らかにローピン先でしたね。枚数一緒で裏目怖かったですが、なんとかなりました。いや、もうラスト。これ現物だけど、ここは黒沢プロならリーチでしょ。もう絶対降りないですし、もう決めに行きましょう。おっしゃー。これさっき3暗号ついてたら、下茶さんもう飛んでるんで1着なかったでしょ。ポンコツの意地ですわ、これ。やっぱリーチなくてよかったな、最後の。これ泣いていいですか、黒沢さん。泣きますよ。なんなら次も泣きますよ。よっしゃ、1着。ただ、この1位取り方正しいですかね。全然風呂 10% は超えてないと思うんで、許してください。これはいいバランスで進められましたね。いい感じ。これ上がり上司来る気がしてきましたね。結構泣けなかったのが響いて、取り逃がした感が。これ人に防げる宝珠なんすかね。久々に1着取りましたけど、ちょっとマイナスの負債が膨れすぎてて、ちょっと返済できる気がしてない。いや、もう無理ですって。点数ないんです。はい、ということで検証終了でございます。まずはこの50試合のみの成績がこちら。一番基準であった風呂率は 6.71% で検証基準は達成できましたね。というか大幅達成ですね。よくやった自分。トータル1着から4着の1着4着率はこんな感じで、3着はかなり増えたなっていうところですね。自分なりに分析すると、黒沢流の強みとしては手配をマックス13枚持てることがほとんどなので、守備力は抜群に高いですね。なので体感ベース一番多いパターンとしては、先制リーチに降りてるタイミングで2人上がって、で誰かが1人補充して1人へこんだ人ができて、そのまま3着みたいな流れが多かったですね。あとのパターンとしては自分が上がりまくって1着ってパターンと、1回大きい手を上がってその後は防御で1位から2位で、4番目にまくり合いに負ける、もしくは道中強気な選択で補充して3から4着って感じですかね。スモールサンプルではありましたが、意外と3着が多くなるっていうのは面白い結果でしたね。そして続いてジャンタマの成績でも見ていきましょう。ドン。また前回のオイプロの時と同様、終盤にちょっとジャンタマの闇に飲まれてしまったのがこれまた悔やまれるところですが、一応成績は少しプラスになってます。
スタートが2632から2909となっているので、トータルはプラス277ですね。天才にしか許されないスタイルなので、少しでもポイントを増やせて本当に良かった。欲を言えば3000点の原点まで戻したかったですけどね。一時期3800点ぐらいまでは実は行ってたので、やはり黒沢流は諸刃の剣ですねといった所感ですかね。その他宝珠率は 12.81 とほぼ検証前と変わってませんが、リーチ率と風呂率だいぶ変わりましたね。リーチ率が約 1% 上昇に伴って、風呂率は約 2% ほど下がってる。黒沢流恐るべし。しかし意外と黒沢流はジャン玉初心者の方におすすめできるんじゃないかなとも思いました。この検証中守備力が抜群に高いので、先制リーチに降りる勉強になりつつラス回避を実現できますし、何より基本面前進行なので役を知らなくても手なりである程度進めていけます。この動画を見てるジャン氏からジャンケツぐらいの役覚えてないよみたいな方は、ぜひともこの動画参考としてみてほしいですね。めっちゃいい検証結果。さて、この検証シリーズも第2回を終え、次なる第3回には黒沢プロと対照的な泣き麻雀を誇るあのロボットの打ち方をちょっと検証していこうかなみたいなことを考えてます。次回シリーズに向けてチャンネル登録、いいね、コメントいただけますと私のモチベーションにつながりますので、ぜひお願いいたします。ということで、今回はここら辺で皆さんお疲れ様でございました。次回動画もお楽しみに。またねー。